。L 型知ってる人はまあ当たり前の常識なんですけど、これは前回分解したらストレーナーがついてなかったんで、オイルパンの中の素性が分かんないエンジンとか買うとこういうことがあるんで、これの場合ゲージが後ろ、ここに後ろにあるってことは、オイル溜まりが本来後ろ側でストレーナーが後ろにあるタイプのエンジンっていうことなんで、ゲージ短く切って刺してあったんですけど、これは正確なオイル量は測れないんで、オイル溜まり前だとゲージは前側に穴を開け直してやらなきゃいけないんで、こういうのは内燃機加工を出さなきゃいけないから安易にやってある車は多いですね。こっちが本来車につくタイプの前にオイル溜まりがあるタイプのブロック、ゲージが前ですね。でここにゲージがつきそうな出っ張りが、これを普通は内燃機加工屋にボーリングなんかで一緒に出してこれを穴を開け直してもらったりするんですけど、で当然これ前溜まりなんでストレーナーがつく位置が前で、向こうのエンジンは後ろについてるんですね。今回出してないんで、もう無理やりな形でここからストレーナーを前まで伸ばしたんで、あんまりいいことではないですね。ゲージの位置がどうかっていうのが重要ですね。見比べるなら。前回キャブをオーバーホールしてエンジン乗せたんだけどかかんなくて、で結局キャブの SU 純正の SE キャブの一部の部品が決定的にダメなやつがあって、そのパーツが手に入らないので、マニホールドがあるので3連のいわゆるストレックスとかウェバーの3連のキャブに変えることにしました。でエンジンもダメでした。ちょっと画像ないんですけど、エンジンもオーバーホールして今乗せたところです。エンジンはカムが曲がってたりメタルがダメだったり、結構いろいろひどかったんで、それを直しました。キャブ待ちですね。この間に他の準備を。このインシュレーターとかガスケットは、本当は新品使うのが一番いい。とっても重要なんで、ある意味キャブの調整よりも重要かもしれない。飛び石です。これは別に全体平らに削ってるわけじゃなくて、本当に吸い込む面の漏れような厚さに、スクレッパーのちょっと仕上げみたいな、凹凸をなくすぐらい。削るのとは違います。タケツローレル鈴木です。点火時期が全然規定の範囲内に収まらないんで、車外の新品のフルタのデスビを組んだんですけど、この辺のプレートとか何種類かあるんですけど、いろいろ組み合わせても
範囲に入らないんで、しょうがないんで、もうちょい、今、点火時期が進みすぎてるんで、もうちょい、遅らせたいんだけど、何種類かのプレート組み合わせてもこれ以上遅れないんで、しょうがないんで、ちょっと裏技で遅らせます。あと、エンジンが止まらなかった、もともとメインハーネスおかしくて、セルモーターの線とかそういうのが全然来てなくて、他のイグニッションオンの電源から全部別にイグニッションコイルとかセルモーターとかを別に引き直してるんで、今、おそらくこのスターターの時に来る電気のところに電気が流れ続けてるからエンジンが止まらなかったと思うんで、ここにダイオードを入れちゃいます。ダイオードはこれです。本来のところじゃない線から取ってるんで、そこを通じてイグニッションオフにしても、そっちから電気が流れてずっとオンになりっぱなしになっちゃうから、こっちから向こうに電気が、向こうから電気が欲しいんだけど、こっちから向こうには上げたくないんで、そのためにダイオードを入れちゃいます。イグニッションスイッチが止まるようになりました。本当元の配線がなんかわけわかんないことになって、スターターのリレーを追加したんですね。で、あとイグニッション系のこの辺の配線も作ってるんで、なのでそういうわけなくわかんないことになるんです。良い子の皆さんは真似しないでください。これ以上回らないんで鉄板を加工するかなんかそうなんですけど、全部1個ずつずらしました。そうだから360度分の6割る6度分ずれるからだいぶずれます。
指のステーをちょっと長穴にして調整範囲を広くして、それで完成です。